うも皆さん、森のリーナです。今日の動画は若かった頃の自分を殴ってでも止めたい、やってはいけないこと10選紹介していきます。皆さんもありません？タイムスリップして過去の自分に今すぐやめてそれって伝えたいこと。ということで今日の動画では、私が無意識にやっていたこと、もしくはあえて美容のためにやっていたことがかえって悪影響で後悔した経験をお話しします。エピソードだけじゃなくて原因から解決策までお話ししようと思ってるので、今年を重ねるのが怖いなって感じてる方だったり、これからに備えたい人にとって森のニーナエピソードを皆さんの疑似体験にして今後に役立ててもらえたらなと思います。それでは始まります。スタート。ではまず1つ目、眉毛を上げるな。私、結論から言うと眉毛を上げる癖を直した方がいい。私、若い頃重大な勘違いをしていたんです。それはおでこにシワができないタイプだって思ってたんですよ。なんでかって、上げてもパッと見シワがないように見えません？なのでシワケアなんて一切やらないし、眉毛上げる癖を直す気もなかったんですね。でも去年ぐらいからなんかおでこだけくすんでるって気づいたんですよ。なので美白クリーム塗ってたんですけど、一向に改善する気配がなく、よく見ると眉毛上げてなくても細かなシワがいっぱい刻まれちゃってるの。原因としては表情筋の過度な使い方なので、眉毛を上げないことっていうのが一番なんですけど、上げ癖を直すことができないって分かった時点で、ちょっとでも表情筋をリラックスさせるとか、それでも改善しないなら一時的でもいいから、ちょっとこれやった方がいいと言いづらいんだけど、ボトックスで眉毛を上げさせないことに慣れさすとか、あとハンドクリーム張りに今はアイクリームとかシワケアクリームを頻繁に塗り直す。できる前だったら予防になるし、できてからでも少しだけ改善します。当時から塗ってたら、今より良かっただろうなって後悔してるので、もっと早く気づきたかったことです。2つ目、日焼け止めを顔の際に塗らない。今肝パンが気になるんですけど、そのせいだと思うんですよね。日焼け止めって白くなっちゃうものが多いじゃないですか。厚化粧に見えたくなかったり、顔が大きく見えちゃうのが嫌で、際に塗らない、もしくは薄く塗ってたんですよ。ただ際って結構焼けるんですよね。特にこの辺ね。過去の自分にタイムスリップして会えるんだったら、ちゃんと日焼け止めは顔の際に塗りなさいよって叱りたい。続いて、これもちょっと顔の際の話になっちゃうんですけど、ハイフをこめかみに当てるな。何かリスクがありそうな施術は調べろって思います。30歳ぐらいの時に私、韓国で効果をしっかり体感できるシュリンクっていうハイフみたいなものをやりに行ったんです。もう本当にこの辺がめちゃくちゃシュッとして、マジでちっちゃくなって顔が。だけどこめかみにもしっかり当ててたからめっちゃ痩せちゃったんですよ。でこの辺は戻ったのに、なんかこめかみの脂肪とか厚みは戻らなくなってしまったんです。30歳の私はこめかみが痩せてしまったら嫌だなんて知らない、経験したことがないんだもん。だから無知がゆえに引き起こしてしまった後悔した出来事です。だからそっからね、ハイフの動画とか出した時に言ってると思うんですけど、周りの人にハイフやるんだったら絶対こめかみ避けてくださいってお願いするんだよって注意喚起してます。続いて、目頭を描かないでほしい。結構目尻とか気をつけるじゃないですか。だけど目頭も後にシワと色素沈着につながってちゃうんですよ。知らないってところが一番怖いですよね。知ってたら絶対気をつけてましたもん。まずこのシワに対して今私ができることは、簡単に言うとアイクリームを目の周り全体に塗る。もうここにもシワがと色素沈着ができてしまうことを知ってから、もう他の部位ももうできやすいんだって認識に変わったんですよ。なので目の周りは全体に塗る。あとはちょっと変わってるかもしれないんですけど、機嫌いい顔を意識する。例えば作業中とかちょっと難題とかにぶち当たった時に、ここに力が入るんですよ。もう何時間も作業したりしてると自分の表情に意識が向きにくいから要注意です。やっぱり表情が一番シワを刻む元凶だから、表情管理は大事にしていきたい。あと予防にいい動画を見つけて実践してるんですけど、こうするとちょっと目頭のシワが伸びるんですけど、で目尻もちょっと押さえる。でこれで運動する。閉じたりする。
これがね目元のシワ改善にいいらしいです。あとは目の疲労も原因になったりするので、温めたり作業時間が長かったりしたら休ませる。色素沈着に関しては目元ってレーザー治療できないんですよ。基本私が見つけられてないだけかもしれないんですけど、現在も私は治療法見つけられなかったので本当に後悔してます。今最低限やっていることとしては美白ケアをする、それしか解決策見つけられてない。だから皆さんも気をつけてください。続いてハンドケアしてない。なんでやらないの私本当に今思えば若い頃手のケアって他の美容に比べてあんまり気にしてなかったから後回しにしてたんですね。でも大人になって、特にこのミドサーに突入してから綺麗な手を持ってる人の大人の余裕に気づいたんですよ。見た目で言うと角質の奥がみずみずしくて透明感があるような、そういう手で、そういう人って、品もよく見える気がして、なので、綺麗な手を持ってるって結構強力な武器だなと思いました。で、自分の手を最近見た時にケアする時間なかったかって思うんですよ。なので手が気になりだした4年前の自分に会いに行って教えてあげたい。今からでもやりなって。手って頻繁に洗うし露出して紫外線にも当たるし摩擦も多いし、生活の中で一番ダメージが多い、しかも皮脂腺が少ないから保湿しても潤いが保てない場所でもあるんですよ。なので、手の保湿はむしろ顔よりもやりすぎぐらいがちょうどいいってことに今になって気づいたんです。なのでこれからは手のケアをしっかりやって余裕のある大人を目指していこうと思います。おすすめのアイテムなんですけど、これハンズ APP のナイトケア、これ美容液で、ハンドクリームです。これはね期間限定なのでちょっとまだあるかわかんないんですけど、これは夜用、寝る前に塗る美容液で、こっちはデイリー用です。で、なんで私がこれを気に入ってるかっていうと、根本的にケアができている感じ。一時的な保護の保湿だけじゃなくて、その塗るたびにその手の質が良くなっていく感じがするんですよね。ただ潤いがめっちゃキープされるって感じじゃないんですよ。なんか塗ると良くなってくなっていう、そういう感じです。こっちの美容液はポンプ式。これは美容師さんがカラー剤とかで手が荒れちゃったりとかしやすい、そんな人たちのために作られたシリーズらしいです。なので私前これのハーブのものを使ってたんですけど、そっちはねあんま正直、持続力ないなと思ってたんですけど、こっちはね潤うし、使い続けていくうちに手の透明感が増していく感じがあるんですよ。なのですごいお気に入りです。こっちセラム、こっちがクリーム。セラムの方は単体だとわからない、あんまり潤いが。だけどその美容成分がたくさん入ってるので、私はこの2つを組み合わせてこれを先に塗ってその上にこれを塗るみたいな、そういうケアをしてます。続いて寝る前に考え事をする。これをやめさせたい。どうしてもこの癖が私の睡眠と肌に悪影響があるっていうのは分かってても何年も習慣化しちゃってたんですよ。一番ひどかったのが多分その30歳の頃、4年前。これが私の性格なんだ、人間性なんだからしょうがないって諦めてたんです。先にどうやって解決したかっていうのをお話しすると、なんか嫌なことを思い出したり考え事が始まっちゃいそうになったら明日考えようっていういい後回し癖、これが本当に繰り返していくとやっぱ定着してくるんですよね。で、寝る前考え事活動から今は解放されて本当に楽になりました。当時寝落ちする瞬間嫌なことを思い出したりとかして目が覚めちゃうの。だからそれってその本質的な部分じゃないですか。だから私って根っこはこんなにネガティブなのみたいな、より落ち込んじゃったりしてたけどシンプルに癖だったんですよ。でこれが私にとって大きな気づきで、その後他の悪い習慣も変えられる自信を持つようになったんですよ。なので私のように悩んでて辛いって思ってる方がいたら、この私の体験となんか考えちゃったら明日考えようっていうのを思い出して試してみてほしいです。まとめると、過去の自分を殴ってでもやめさせたいっていうより
助けてあげたい。変なくせに振り回されてる自分が本当にかわいそう。続いてピーリングのやりすぎ。もうマジで皆さんピーリング気をつけてください。昔結構肌丈夫だったんですよ。薄い方ではあったんですけど、本当当時ピーリングのやりすぎで肌が薄くなって敏感肌になっちゃったんですよ。年中じゃないんですけど、季節の変わり目は化粧水を塗れないぐらいピリピリしちゃったりとかって日もあります。きっかけと始まりは25歳ぐらいの時なんですけど、ピーリングとフォトフェイシャルを2週間おきに交互にやるっていう、それがマジで肌綺麗になったんですよ。かなりピカピカの色ムラなしみたいな、人生で一番肌が綺麗になった自分を見て驚きました。それがきっかけでハマっちゃって抜け出せなくなっちゃって、まだやらなくてもいいんじゃないかっていうぐらいの段階で、もう1ヶ月経ってるから行かなきゃみたいな。あれはやればやるだけ肌が薄くなってしまう施術だから、頻度は本当に考えなきゃいけない。よく言えば効果があるからこそ頻度のバランスを見極めることが必要だなって思いました。ペースはスローダウンした方がいい。やりすぎにはくれぐれも気をつけて、自分の肌に合った頻度で行うことを心がけようと思いますし、皆さんもそう心がけてほしいです。続いて日光を必要以上に避ける。室内でも紫外線が入ってくるっていうので日焼け止めを塗るようにしてるんですけど、乾燥や刺激を引き起こすことがあるので、たまには日焼け止めには頼らず窓をカーテンで閉め切るっていうことを実践してたんです。日光を浴びるイコール老ける、黒くなるみたいなマインドが強かったので、なぜか私は日光が入らない物件を選んでしまったんですね。当初はその紫外線対策や色白になるかもしれないみたいな期待もあったんですけど、実際にそんな生活してたら気分はどんどん下がっていってしまって、睡眠の質も悪くなったのか、なんか疲れが取れないみたいな日々で、肌の調子も悪くなってったんですよ。結論は日光は大事。ビタミン D は健康なお肌と体を維持するのに大事だし、日光のおかげで作り出されるセロトニンも心の健康の維持に必要だし、日差しのない生活はストレス増加にもつながるらしいです。なのでカーテンで締め切りっぱなしっていう生活から抜け出して、光はちゃんとお部屋にも取り込んであげることが健康や肌の調子にいい影響を与えるということを改めて実感しました。続いて、これもちょっとね私特有のお話かなと思ったので最後にしたんですけど、お風呂の中で目が濡れた時にこうやって手で拭くのをやめろって言いたい。私は昔から目が濡れるのが本当に嫌いで、泳いでる時はいいんですけど、なんかシャワー中も一洗いどっか終わったらすぐに目を拭き取るっていう習慣が定着してるんです。で、若い時はなんとなく、素手で拭いてしまうと目が老けちゃうんじゃないかっていうその本能的な感覚があったので、幸いなことにタオルで優しくこうやって押さえるようにしてたんですね。その目を拭く用のためのタオルをわざわざお風呂場に持ってってたんですよ。ある時期までは。そう30歳いろいろやらかしてるって思えば、本当にそこから急激になんかまぶたが痩せてった気がするんですよね。年齢もちょうどねなんか変わりやすい時期そうだから、もしかしたら年齢加齢かもしれないけど、でもタイミング的になんかめんどくさくなっちゃった時期だったんですよね。なんか手でこうやってベーって雑に拭いちゃうことがあって、その後でまたタオルで目を拭くことを心がけるようになってから老化の進行は食いとどまったけど、タオルで拭き取るっていうのは目元を守る重要な役割を果たしてたことを痛感しました。細かなケアの積み重ねが大切だと思うので、皆さんも同じような失敗を繰り返さないよう目元ケアは本当に慎重になりましょう。続いてデスクチェアを使わない。ちょっとこの動画見てください。上半身今より薄いんですよ。今と体重あんまり変わってないのに上半身の厚みが全然違うの。怖くない？で、原因は分かってるんですよ。もう30から始めた寝っ転がって
パソコン作業したりとか、ソファーの悪い姿勢でこういう姿勢ね。でなんでそういうことが起きちゃったかっていうと、私が思うに、例えば飲食店で何年も調理場で立ってるおじいちゃんとかが背中が丸かったりするんですね。で横から見ると分厚いじゃないですか。筋肉って形状記憶しちゃうんで、もうそれがデフォルトになってっちゃうんですよ、どんどん。多分それと同じ原理が私の体にも起きたってことの発端は、もう本当に私はね YouTube で美容を発信したいってね意気込んだのがちょうど30歳ぐらいの時で、最初の2年間まだ慣れてないから作業にすっごい時間かかっちゃってたんですね。でそのためその座って作業することが辛かったんですよ。もう時間が長くて慣れてないし、もうちょっときつくて、とことん楽な姿勢っていうのを追求して、ずっとそういう姿勢で作業してたんですけど、上半身が分厚くなってしまったことに気づいたのがその2年後。ルーティン動画の編集中に動画の中で遠くに映る自分の姿を見て絶句したんですよ。私ってこんなに太ったのみたいな。でも体重計測ったらそんな変わってないし、でそっからデスクチェアを即座に買って、それ以上進行するってことはなかったんですけど、全く戻る気配はなし。もう皆さんも何気ないことがこういうことになったりするから本当に気をつけてほしいです。はい、いかがだったでしょうか。ちょっと最後暗くて、こっちだけ黒くてこっちが白いみたいになっちゃってるんですけど、いかがだったでしょうか。もうまだまだいっぱいある、止まらない。ちょっと好評だったらまたやります、何個かよかったら皆さんの過去の自分に会いにタイムスリップしてやめさせたいこととかあったら、よかったらコメント欄で教えてください。この動画がちょっとでも楽しかったな、参考になったなと思っていただけたら、よかったらチャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると今後の動画投稿の励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。